はいどうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、2026年版ギガノトサウルス全方位トラップのご紹介です。先日、レックスの全方位トラップご紹介させていただいたんですが、今回ギガノトサウルスにも同じ形で対応ができたので、そちらをご紹介していこうかと思います。ギガノトサウルス、攻撃力も高く、回転半径とか走破力とかですね、いろいろあってなかなか誘導が難しい生物になっているんですが、今回コンパクトで軽量で作りやすいトラップができたので、ぜひご活用いただければと思います。ただ少しコンパクトで誘導難しいよっていう人もいるかと思うので、別でワンサイズ大きいタイプのものもご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まずコンパクトタイプの作成からご紹介していきます。必要素材はこちら。金属のクォーターの壁8枚。金属の柱8本。ギガノトサウルス。石の建材にはダメージが入ってしまいますので、金属以上の建材を用意しましょう。プラス、感覚取り用に土台を2個から5個。素材は藁でも何でもいいです。できれば5個ご用意いただいた方が作りやすいです。では作っていきますね。まずは感覚取り用の土台、これを高い位置で設置します。あとはそれを十字に置きます。この状態。続いてクォーターの壁を外側の両端に置いていきます。そして柱、これをクォーターの壁の高さに合わせて設置していきます。この柱がないとギガノトサウルス中に入れないので忘れず設置しましょう。設置は以上となりまして、中の土台は不要なので回収していただければと思います。設置上ですね、このクォーターの壁の下側以上に何か出張っているものがなければ、そういった地形でも対応が可能です。極端な話、金属の土台であればですね、そのまま土台をつけたままでも捉えることが可能です。この土台より上に何かしら出張った地形がなければ、中から抜けるということはないので、ご安心いただければと思います。おおむね土台が設置できている段階でですね、あまり頭飛び出すようなものはないかと思うんですが、ここだけご注意いただければと思います。以上です。実際やっていきますね。まずギガからですね、ヘイトを取ってもらって、あまり近づきすぎると攻撃痛いんでね、このまままっすぐですね、対角線上にこのトラップを置いといていただければ、このように入ってくれます。ギガとの間に常に離れた状態でトラップを間に挟んどいていただければ、場合によってはですね、ちょっとうろちょろしちゃう場合もあるんですが、このようにはまります。斜めからでも入れるので、完全にどの位置から入ってもですね、捉えることが可能です。ただギガ攻撃範囲広いので、特にアルゲンとかで誘導する場合はですね、気をつけないと追いつかれてしまう可能性があるので、できればワイバーンとかロストコロニーだったらマナガルムとかで誘導した方が安全かとは思います。あとは
このようにクロスボウでですね、打っていっていただくということになります。はい、見ました。あとはですね、肉やキブルを与えてテイム完了となります。ただですね、ギガノトサウルス、このように気絶値の回復が早いので、一旦ギリギリまで抑えてですね、ドードーレックスなどを使って、ナルコベリーなどを与えてですね、気絶値管理が必要となりますので、ご注意いただければと思います。眠らせる前に必要数の麻酔薬やナルコベリーを準備してテイムに取り掛かる必要がありますので、取りに帰っている余裕はおそらくないと思いますので、ご注意いただければと思います。以上です。続いてトラップの傾斜での設置についてご紹介しておきます。先ほどご紹介した通り、この土台が置ければですね、基本的にどういった場所でも捉えることは可能です。こういった傾斜がある場所に対してですね、設置する場合なんですが、一番高いところに下ろしてですね、この頭が綺麗に出るように高さを合わせていただければ、だいたいですね、十字に置くことができるかと思います。場合によってはですね、このように同じ高さに置けない状態の傾斜が発生する場合があります。これちょっと強引に高くしているんですが、この場合ですね、一角潰して鉄の土台とかですね、置いていただいて、ここに壁を張ったりですね、あとそれぞれ柱を立てたりして、抜けれないようにだけ壁を張ってしまえば、あと3方向は設置できるかと思いますので、傾斜で置けない場所に対してはですね、侵入口は小さくなってしまうんですが、置けないところに対して抜けれないようにだけ柱を立てたり壁を置いたりしていただければ、あとは半分ぐらいはですね、侵入口残ると思うので、傾斜がきついところでもある程度使うことは可能です。これちょっと無理やり高くしてるんで置けないところ多いと思うんですが、基本はですね、このように傾斜の高い位置に頭出るように置いていただければ、大体の傾斜はこの状態で置けるかと思いますので、場合によってはこの低いところだけ侵入ができない可能性は出てきますが、少なくとも3方向からとこの斜めは入れると思うので、だいぶ傾斜のあるところでも誘導はしやすいかと思います。以上です。続いてワンサイズアップした楽々誘導タイプのご紹介です。必要素材はこちら。金属のクォーターの壁16枚、金属の柱12枚、藁の土台3つから13個。できればすべて13個用意した方が作りやすいです。素材は何でもいいです。では作っていきますね。まずは土台を一番上にして2個ずつ十字に置きます。この後、この間1周目のところですね、にもう1個置きます。この状態ですね。続いて、こちらの十字の部分はさっきと一緒で、奥側の両端にクォーターの壁を置きます。そして、この追加した角の部分に対しては、この角をくの字に置きます。全部ですね。この状態。あとは柱をいつも通りクォーターの壁の高さにそれぞれ置いていきます。L 字のところも角に柱を立てる。これ柱は立てておかないとギが入れないので、一応この角なくても入ると思うんですが、この角度からの侵入がおそらくできないと思うと、土台どけた場合はですね、消えちゃいますので、柱は忘れずに設置しましょう。中の土台は別に外さなくてもですね、はまります。なんで、回収めんどくさい場合は外さなくてもいいです。最終的に上から見るとこういう形になってます。以上です。
こちらも先ほどご案内した通り、土台そのままでも大丈夫な分ですね。このクォーターの壁の下のラインから上に何か出ていなければですね、石とか何か障害物、段差などがあっても抜けることはないので、ご安心いただければと思います。最初の土台を置いた地点で上に何か出張ってなければ問題はないので、その意味でも一旦ですね、すべて土台を置いていただいた方が確認はしやすいかと思います。もちろん1区画ずつですね、置いていただければ最低3個でも置いていくことは可能です。以上です。では実際やっていきますね。ある程度近づけばヘイト取れると思うので、近づきすぎるとアルゲンの場合は追いつかれる可能性があるので、誘導には最善の注意を払いましょう。噛まれるとだいぶ痛いです。できればマナとかですね、ワイバーンとかで誘導していただくといいかと思います。アルゲンは結構細かく飛べるので誘導しやすいとは思うんですけど、最初の噛まれない距離でヘイト取るのが難しいですが、ワイバーンとかだと小回り効かないんで結構誘導難しくなってきますんで、これで入りましたね。ワイバーンとかで誘導する場合はこっちの方がやりやすいかとは思います。ただちょっとスペースが必要にはなりますので、スペースがあるようであればこっちの方が確実ではあると思います。コンパクトタイプ、サイズがギリギリなんでなかなか入れるの大変だったりしますので、このサイズだと気軽に入ってくれるので誘導はだいぶしやすいかと思います。ちょっと設置の個数が多いんでね、回収が大変ですけどね。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、2026年版ギガノトサウルス全方位トラップをご紹介させていただきました。ギガノトサウルスですね、攻撃力が高い分誘導がかなり難しい部分と回転半径がですね大きくなってきますので、なかなか誘導難しいんですが、全方位で誘導すればですねかなり楽に捉えることができますし、特に後半ご紹介した楽々誘導タイプに関してはワイバーンとか小回り効かないタイプでもかなり簡単に誘導できるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。もちろんコンパクトタイプでもですね捉えることができますので、なかなか公式だと場所を確保するのが難しいので、ぜひコンパクトタイプ使ってですね捉えていただければと思います。ちょっとサイズがぴったしすぎてですね誘導頑張らないといけない部分は多少出てきてしまいますが、クォーターの壁8枚と柱8本で作れますので、こちらもぜひご活用いただければと思います。だいたい傾斜があるところでも一方向潰れる可能性はあるんですが設置できますし、土台もですね金属で作っていただいてそのまま設置していただいても問題はないので、高さ的にですね土台置いて頭が出なければどういった地形でも利用が可能になってくると思いますので、ぜひご活用いただければと思います。ということで本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。